西川さん、こんにちは。こんにちは。よろしくどうぞお願いいたします。はい今回はですね、これは西川さん1位でいいんですか？そうですね、はいこれは、はい1位です。ただ、はい産地を言えば、はい。新潟県です。新潟県の、新潟県のはいはい魚沼の産です。どうも、六日町のは農家の庭先なんか行くと、随分日っていうのが入ってましてね、い、はい。それがどうも世の中へ盆栽として出てったものが随分あるようですね。それで北海道または、信州にも位置があるんですが、はい葉がすごく細いんです。細くて長いんです。はい。それが特徴。それともう一つの特徴は、枝がこうつるしょうっつってこう伸び伸びしてるんですね。はあ、そういうこと。北海道の位置ってのはどっちかというとガチガチってこう葉組が固まってこうがっちりした木になるんですが、はどうもこの新潟の位置っていうのはこういうふうにつるしょうでこの柔らかいですね、枝先がこう細くてね、だから北海道のような感じとはまた違った持ち味を持ってますね。また、これは西川さん、切り込みをなさっていただいて、してもらって。そうですね、は今ねこれずいぶん前に手入れをしまして、い。はい。針金外して少し置いといたもんですから、もうちょっとやぶやぶしちゃったもんですからね、は剪定しながら軽くちょっとこうね直してみて姿を整えてみようかなということで、やろうかと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。それでやはり寒いもんですからね、こうやってもう霜焼けが起きてるんですよね、で多少暖かくなってきて色が出てきたんですがね、緑が、でも全体的にはまだまだこうやって茶色ですよねで木はねおそらく100年から先は楽に立ってるんだろうなと思いますね、私の方が入手しても15年以上になりますかね、この辺なんかも枝があったんですけどみんな取ってシャリを入れたりしてこうやって作ってきたもんなんですがね、まあこれからまた作り変えることで楽しめるのかなというようなことでね、それで早速ですがもうこの下枝というこの大きな枝があるんですが、これがもうねちょっと使いづらい枝になったもんですから、一部外そうかなと思ってまして、これからその作業に入ります。ちょっともうね、この裏の方にある枝っていうのはもう枝の役割がなくなったもんですからね、もう外しちゃいますね。この辺を残して、ここへ懐枝として置いてもいいんですが、その辺はちょっとね、どうしようかなと思って、迷ってるわけじゃないんですが、もうあまりここにある必要もないのかなということでね、今回はこの枝も外すようにします。で一応ね、こういう感じですっきりして。これは今ね、時間の関係でちょっと皮を剥くことができないもんですから、このままで枝を外した状態ということでね、作業終わりますけれども、でこの裏にもあるこの枝ももうね、上の枝が下がってきてますので、もう不必要、要するにバランスの取れない枝になってますんで、これも今から外します。やはり下枝だとかそういう意味でなくて、木の姿に合わせた枝の必要性を感じて、枝ってものは残したり取ったりしてますので、今回はもうこの枝は不必要な枝ということでね、外すということですね。これで随分枝が軽くなってきましたんで、これでね、まだ多いんですけどね、これからもっと外すものを外してということでいきますね。こういうのもね、いらないですね。で木の特徴としては先ほども申しましたけれども、枝が細いもんで、その枝の動きを見せたいですね、やはりね。非常にしなやかな枝の動きがこの新潟の位置にありますんでね。う
ちというと大体ね北海道の1が盆栽界では随分ね出回ってるんですが、新潟の1位もそれにね劣るわけでも何でもないですからね。ただ見る機会があまりない場合が多いんじゃないかなと思いますね。だからうちのお客さんでも最初1っていうから北海道を想像してたようですがね、新潟にもこういう1位あるんですよって、そんでいろんな話を説明してあげたら、ああやはりそういうことを聞くと新潟の1位もいろいろ分かってみればまた北海道と違った味わいのあるところがあるんですねということでね、もっと楽しんでらっしゃる方も随分いますから、産地にこだわるというよりもその時の持ち味があればどこでもいいんじゃないですかね。である程度の枝がね取れましたので、これで配置をしていくように枝を取っていきますんで。なりましたね。そうですね。やはり2年、はい、3年と手を入れないでおくとね、枝数が増えるんですよね。これだけ増えてしまうとちょっともうやぼったくなっちゃいますからね、一旦抜いて次の段階へ駒を進めるということでね、こうやって今枝を抜いてるわけですよね。
まあ随分半分ぐらいね、枝取れたりとかしますね。やはりね、必要以上の枝は作るとね、盆栽ってこうなってしまうんですよね。やはり必要以上のものは取るということですね。取った後にはまたすっきりしてね、枝ができてくれば、またこう見栄えの点でもまた変わってきますしね、またそうやって盆栽作りを楽しむってことですからね。枝数が多ければいいってもんじゃないですから。盆栽は見栄え優先の木作りよりも、やはり基礎をきちっとしたことによって最終的には木の結果がついてくるという考え方の方がいいような気がしてね、私はそういうことで、木作りをしてるんですがね、なかなかちょっと時代の中でも変わってきてるようでいろいろあるみたいですね。西川さん、これは前回のこの棚の上に載せたのは、何年ぐらい前ですかね。もう、あれです、随分経ちますよ。まあ展示会はきっと一度ぐらい出したような気がするんですが、それはもう随分もう10年ぐらい前になるんじゃないかなというような気がするんですよね。それっきりまあ手入れをしながら持っていたんですけども、本格的にここまで枝を取ってやったのは今回久しぶりですね。そうですか。はい。前回もやった時にはすっきりさせておいたんですがね、やはり数年経つとこういうふうに枝というのは増えてきますからね、やはりどこかでまたこういう整理をしてあげるってことが、必要になるんですよね。まあ枝数がたくさん増えて、それをマイナスにしていくという、そうですね。今それでまた、違ったなんつうんですかね、木の形が見えたり。そうですね、形もそうですし、あとやはりその時その時によってやっぱり持ち味が盆栽って変わってくるんですよね。またそれを木が見せてくれるんですよね。それにやっぱりこう対処して作っていくっていう盆栽の楽しみ方ですかね。だからやはり木作りをしていくのが盆栽の楽しみ方なんじゃないですかね。まあその途中に展示会があったりして、今の結果がいいから展示会ちょっと出してみようかなということであって、展示会ありきの木作りをしてるわけじゃないんですよね。普段の木作りっていうのは別に展示会に向かってやってるわけじゃないですから。そうですね。普段はやはり自宅でね、こういいものを作って、あ、こんな変化が出たな、あんな変化が出たな、これからこの木どうやって楽しむためにやっていけばいいのかなって、そんなところが木作りの楽しみ方じゃないんですか。また盆栽本来の楽しみ方ってそんなところにあると思いますよ。まあだから展示会はこう盆栽を楽しんでいく上の過程に過ぎないんですよね。展示会出したから終わるわけじゃなくて、展示会出すために作ってるんじゃなくて、普段の延長線上に盆栽を楽しんでる延長線上に展示会があったというこういうことでいいんじゃないかなと思いますよね。この間のちょっと私ね気になるんですよね。先ほどからいじってるんですがね。ちょっとこの枝がね、あることによってちょっとやぼったくなるかなと。まあいらないでしょうね、結局はね。ちょっと向きを見せたいですね、この辺ね。頭も軽くなりますしね、これでね。自分の頭も軽いもんですから。とんでもない。とんでもない。まあいつものことですがね、これだけ枝抜いていくと、見てる方があんなに枝抜いちゃってどうなるんだろうなという思いをね、きっとされてる方いらっしゃるんでしょうけども、結果、抜いたことによって結果が出てきますからね、やっぱり、全ては結果を出すためにやってることですから。ただ引き先
算っていうね非常に難しくてね、うん引き間違えるとどうしようもなくなりますからね。引けっつったから引きましたって言われてもね、間違って引いちゃうとどうしようもなくなっちゃいますんでね。ポイントが切るポイントってありますからね。そうですね、そこを見極めてってことですからね。模様が見えてきま見えしてたね。きましたね。やっぱりこの辺の動きも、やはりこういう枝なんか残しておくと強いんですよね、もうね。最終的にはやはり取るという枝なんですよね。まあ陣もね、今こうやって切りっぱなしにしてますけど、これも大きいですからね、やはりもっと最終的には小さくしないとちょっと陣が威張っちゃってますんでね、でそれはね今回できないですけど、まあ、また時期を追ってねやるようにしていきますけども、陣だから全部残せばいいとかっていうもんでもないですからね。これも小松貝なんかと同じでやはりね、葉を巻き込むわけにいかないですからね、葉の間を縫って針金を使うっていうそういうことがね必要ですからね。
チの場合も一度形ができますと、そんなに極端に崩れるってことはないですからね、非常に管理のしやすいものですね、作ってみると。1なんかもこれからそうですね、5月頃になったらちょっと間延びしてる枝なんかあったら古葉のところで5月ぐらいでしたら追い込んであげれば奥から同芽また増えてきますからね、非常に追い込みのしやすい樹種ですから、ちょっと間延びしてる木があったら強い追い込みしてみたらいいと思いますよ。やはりその時期でしたらどんどん2番目もまたね吹いてきますから心配ないですから。やってみていただければと思いますがね、一位持っている方がおられたら。古葉の手前で切るという。古葉のところで切っても出るんですよ。あ、出るんですね。古葉がしっかりしていれば間違いなく出ますから。そうですか。で、ただあまり遅い時期にやるよりも早い時期にやった方がいいかと思いますがね。だからまあ5月の連休以降葉が固まってきた頃にやってあげれば一番有効なんじゃないですかね。まあ、あとはね、普通の目摘みでも十分芽はどんどん吹いてきて追い込みがかかる木なんですがね、やはり私なんかやるときには
まあコメント欄でもお話ししたと思うんですが、新芽が玉の状態で出てきたところで切ってあげる。玉を要するに玉になって新芽出てきたらそれを取ってあげる。一もやはり同じことをやるんですね。そうすると奥からまたどんどん吹いてきますから。ただその年に葉にならない場合もあります。そこまで強い取り組みしてますと。ということはどういうことかというと、新葉の状態で止まるんですよ。だから新葉じゃ新芽が2番目の状態で止まってるんです。それで来年ちゃんと芽が吹いてきますから。だからそうやると1年、得するというか、伸びないで済むというか、そういう状態でいるんですよね、1年間ね。新芽を持った状態で1年を過ごすということですから。この木も肥料と水がね好きですからね、ある程度粗い土で植え替えてあげて、それで肥料と水をたっぷり与えてるとどんどん芽が充実してきて棚もできますね。なんか六日町の方で話を聞きますと、はい、どこから1位が出たんですかっていうお話聞いた時に、はい、どうも六日町に牧畑山という山があるんですね、はあ、そこにどうも相当1位が自生してたようですね、うん、それをどうも山から取ってきて里へ下ろしたという話聞いたことありますけどね、実際に私が言ったわけじゃないですけども、そんな話聞いたことありますね。だからで牧畑山ってどこだろうと思ってやっぱり見つけたらありましてね、この険しい雪の深いところに自生してたのかと思いましてね、そうするとやっぱりこう雪で潰れてますからね、面白い心拍のような木が出たようですね。やはり雪の深いところ、険しい山には面白いものがやっぱりできるんですね、盆栽の素材として。
北海道の一部も水分を扱ってますからね、はいわかるんですが、やはりこういう柔らかい枝の線が出ないですね。北海道の1位は、形として形は良くなるんですよ。ただやはりガチッとした感じで仕上がってきますね。締まりがいいというか、まあどちらがいいとかっていう話でなくしてね、そういう違いがあるなっていうのはやっぱりこう扱ってみるとよくわかりますね。